ヤッホー、頼めるのです。ヤッホー。今日は最近私がハマってるメイクのやり方紹介をします。まあ変わったところもあるし変わってないところもあるんですけど、お楽しみください。キットカットしかいくよー。じゃあ早速メイクやります。今日焼け止めとカラコンはしている状態で、日焼け止めはこのダルマのやつ使ってて、カラコンはこちらを使ってます。黒いカラコンはキュルキュルって目がなって、すごいなんていうの、可愛い感じの印象になるので、ナチュラル盛りたい時とかちょっと今日可愛めでいきたいなみたいな時はおすすめ、黒いカラコン。この私がつけてるカラコンは発色とか色的にはいいし、あと大きさもめっちゃ、私大きめが好きだから大きさとかもいいんですけど、一つ問題点はめっちゃ乾燥するっていうのがあれですね。私はでも結構目が乾燥に強いタイプなのでまあでも私でも一日中つけてたりすると本当に目がしょぼしょぼしてきちゃうんですけど、乾燥がやばい人はおすすめしないかも。でもなんかこれなんですけど、これはなんか適当に買ったの、だからあんまり真似わかんない、よくわかんないけど、まあでも普通って感じこれをしたらなんか赤みとかがしやすいから、赤みがあるところにこうやって塗ります。ダルマの日焼け止めを私結構下地代わりに使うので、これは顔全体っていうより気になる箇所だけポンポンポンってする。やばい、インキめっちゃできてるじゃん、無理。赤みを消して色を整えたら、ファンデはバニラコンのこれを使ってて、なんかファンデーションも全体に最近は塗るんじゃなくて、気になる箇所にこうやって置いてポイントでこことか鼻のとことか、そこからさっきのこのスポンジでこうやってやります。なんか冬あるあるでさ、夏に焼けまくってるから首とか体とか手の色と全然違うんですよ、顔の色がっていうのが悩み。パウダーやるんですけど、これもバニラコンのパウダーでやります。これも別にそんなに良くはない、あんまり私はいいと思わなくって、なんでかって言ったら、なんかこう出てくるこんな感じになってるんですけど、これが少ない。だからもうちょっと欲しいなって感じ、出てほしい。マット肌よりツヤ肌がいいので、今は私すごい鼻がオイリーなんですよ。油がすごい出ちゃうから鼻の周りを重点的にやります。こんな感じです。でベース終わりで次に眉毛を描くんですけど、アートメイクもしているし、昨日脱色したので眉毛を、だから眉マスカラとかそういうのはなし、でこのセザンヌのパウダーを使ってちょっとだけ足します。真ん中のこの茶色とここの間を使ってちょっとここら辺とかを長くちょっとだけね足すぐらいにしてます。でこことかが私薄いので、薄いところにちょっと足すみたいな。はい、眉毛はこういう感じで、はい、髪の色が今茶色なので、茶色系の同じような感じの色にしてます。これめっちゃいいと思います。黒髪の時もこの濃いやつを使ってまして、今はこれとこれをなんかちょっと混ぜてこっち多めで塗ってるけど、脱色した方がやっぱ垢抜けるね、脱色おすすめ。で次、最初にもうチークを塗っちゃうんですけど、もう最近使ってるんですけど、シーグラムのやつなんですよ。シーグラムのさ、このチークさ、使ってる人いる？漏れない？めっちゃ漏れるんですけど、私ここぐらいからポン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 と入れて、結構多めでもいいかな。
こんな感じいつもで、鼻の先とあとこことちょっとここでこので、今日はもうほてっちゃったみたいな感じになりたいので、ここもこうやってのせます。私はもう手でこうやってポンポンポンってするんですけど、なんかピンクだなって思うと思うんですけど、大丈夫、はい、マジ大丈夫、信じて。こんな感じで、とりあえずね、また足すかもしれないし消すかもしれないんだけども、とりあえずチークはこんな感じで終わり。ほんで次目いきます。目はですね、いつも本当に毎度紹介しているこのウェイクメイクのパレットをずっと使ってて、すいません、失礼しました。結局いろいろ試すんですけど、漏れるのは失礼しました。漏れるのはこことここもう見たら分かるんですけど、 As you can see って感じなんですけど、ここを取って2個、ここのまぶたの全体にこうのせます。でその流れでこう下にもで、もうちょっと濃い方がいいので、なんか冬はさ、根元濃い方が映えない。根元が濃くってまつげギャンギャンの方が映える気がするんですよね。まあ夏も冬もなんですけど、夏はなんかすぐよれちゃったりとか取れるじゃん、油でまくるし、だから冬チャンスじゃねみたいな。彼氏がいる人にしたいんですけど、彼氏の前でおならってしたことありますか？ある人急に昨日夜に、そういえばおならって彼氏のも聞いたことないし、するのかなみたいな。みんな、私はなんでしないかって言ったら恥ずかしいから。彼氏の前じゃなくてもできない。彼氏の前だけじゃなくてもできない。友達とかでも前でもできない。男の人やったらさ、結構さする人いるじゃん。私のいとこのお父さんとかめっちゃするのね。このラメをこうやって上にのせます。あとは一生彼氏の前のおならできないってことって思って、できなくてもいいんだけどさ、どうやって我慢してる？私の我慢の仕方はトイレに行くか、トイレに行けない状況だったら極限まで我慢するか、じゃあ我慢して本当に無理だったらもう無理みたいな、無理って時はもうって押し殺して、もうってぐらいにする。先輩汚いよね。これも気になるけど、めっちゃこれ何？ベイビーですね。でアイライン引きます。ちょっと今日はなんか猫ちゃんみたいな感じで鼻毛にしようと思うので、こういう感じ。メイクでかぶっちゃうので、もっとこうメイクに負けないぐらいこうピュッてかく。私は彼には、私はおならが出ないし、なんかそういうお尻からなんかそういうガスが出たとしてもアップルの匂いだよっていう風に言っているので、しつけ多分彼はそう思ってる。うんちもしない。もしそういうのが出たとしたらそれはリンゴだし、アップルの匂いっていう風に、アップルフレーバーっていう風に言っているので、そういう風に信じきっているんですけど、アイライン引けたら次にクリーミータッチライナー、これでこの粘膜、ここに下に線を引くんですけど、その時に油分とか水分とかそういうの涙とかが溜まってるから、
これでちょっと拭き取ります。そのついでにここにも涙袋のところも結構なんかそういう汚れとか油分とかがあるので、こうやって取りますからね。でこのクリーミータッチライナー、ちょっと赤めのやつを今回は使って、最近これにハマってて、これ使うのに。でこれをここのね、ここちょっとだけ下向きになんかちょっと長くても全然 OK かなと思います。目がね、こっちの目こうなってる気持ちだから、これをちょっとこうやって見せたいので下目に引く方が私はデカめに見えるし、目の形がよく見えるから、そういう風に引いてるんですけど、このトゥークーフォースクールのピンクの色を使って涙袋を描きます。綿棒でさ取ったじゃん、このところにこうのせる、描く。これめっちゃ色とかいいし大好きなんだけど、一つ難点はこのペンシルがでかすぎて思ったように描けないっていうの、描きにくいがやっぱ難点かな。ここまでいっちゃいます。こうやってついでにOK。 涙袋はもうさっきのこの CTL を使うんですけど、ビリッてしたら濃くつきすぎちゃうので、軽くここぐらいから引いちゃいます、私は。こんな感じで、まあとりあえず引いて、ちょっと濃すぎるかな。まあ一旦ちょっと待ってちょっと来いよ。涙袋のヒアルロン酸も入れたのね。あるかないか分かんないぐらい本当にレベルで分かんないんだけど、あんな痛い思いしてこれって感じ。少なめに入れますねと言ってたんだけど、まあ最初だから。でしかももともと涙袋あるらしいのね。ないと思ってたんだけどさ、あるからそんなに入れなくてもいいよみたいな。でもどうしても入れたいんやったら入れますっていうことで、入れますって感じで入れてもらったんだけど、元から本当に涙袋ある人は入れない方がいいかも。その痛い思いしてこれかっていうのになるし、お金もかかんじゃん。だから入れない方がいいかなって私的には思いました。こっちの方がでかいね、なんか涙袋も全体的に目も。 OK、 こんな感じで涙袋終わりです。お疲れ様。下まつげのまつエクつけてるんですけど、ここの目尻のところがまつエクつけれないぐらいほんまに短いからちょっとだけアイラインで足す。描きます。まあ3本ぐらいかな、私いつも描いてるのは。でこっちも同じように。これ意外とバレないんですよ。ほんで落ち着いてく。でさっきの CTL で目頭のここ埋めます。ちょっとだけ気持ち出す。なんかこれをこうやってピョピョピョって気持ちだけ出す。なんか全部出しすぎちゃったら私目がこう言っちゃうので、すっごい言った風になるからあんま嫌だから、こう自然に出すみたいな。このクリーミータッチアイライナーはマジで使える、マジでおすすめ。安いしね、キャンメイクだしね。マジでキャンメイク東京最高。であとはマツエクやってるから、これでア
上げます。全上げ。こうやってね、縦にこうやってしたらサバ缶作るんだよ。バーってしたら完全に全部は作らなくて、ちょっとだけサバ缶作るって感じ。下まつげもOK。次に、さっきのこれもマジで万能じゃない？ずっと使ってる。これもこれでノーズシャドウを描きます。なんか同じコスメを使っていろいろ使うのが得意分野っていうか、なんか使いますね。これは眉毛に使ったり、アイシャドウに使ったり、ノーズシャドウに使ったり、なんかこう、まあ、唇の影にも使うんですけど、後でなんかそんなのいろいろ使ってる。なんかここにこうやってこういう感じで入れて、シュッと入れます。でここもこういう感じで入れて、ここを入れて、つなげる。でここもこうやってここまで切って、こういう感じ。そのぼかす時にその小鼻もキュッて見せたいので、なるべくこうやってちょっとこうやって横にスライドさせながらなる。鼻よ、高くなれ高くなれ。OK。パウダーでこの唇の上のここ置いといて、ちょっとね、横から見た時にこうクッてなってるようにする。君の誕生日まだ覚えてる。君の影を作る。で次マックのペンシルでちょっと縁取ります。次これこうやって指で取って眉毛と目の間にこうやってシャイニー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 。やばい、シャイニーすぎる。こういう感じでハイライトをやるんですけど、底見えコスメちゃんを使ってもうほぼないんですけど、取ってここハイライト大好き。マジでハイライトの工程が好きすぎて永遠にやっちゃうのね永遠にやりすぎてハイライトがえぐいことにいつもなるんで、ちょっと今日はね頑張ります。でこっちもこう同じようにつなげる。で次 T ゾーンもこうやってまずここね。で次鼻のここピッ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 で口のここにもこうやってちょっとだけハイライト入れます。あと顎ここね、大事大事。細いのを使ってここにこうやって入れる。ちょっとここもこういう感じでちょっとピュンと上にここまで上げます。これをこういう感じでこうなる。ここまで上げます。
あとは微調整するんですけど、ちょっと涙袋がもうちょっと色欲しいなと思うので、これでさっきのところなぞるとかで、だんだん薄くなってきちゃうからさ、終盤にかけてメイクも最初したところがだから、後で微調整するとか、なんか大体同じハイライトとかさ、涙袋とかでも 2,3 回はすることがあります。眉毛とか以外はね。で全体を見て、もうちょっと濃くがいいなとか、もうちょっと薄くがいいなとかいう風に決めます。お待ちかねのリップをやります。最初にこのロム&のリップを塗ります。全体に。これだけでもめっちゃ可愛い。家にこれシーンで買ったんですけど、シーン優勝すぎない？今回めっちゃシーンのやつある。シーンでこうやってこれを重ね塗りで塗ったらめちゃくちゃ可愛いんですよ。ちょっとね白っぽい感じ、白っぽいピンクになるんですよね。これがツヤ白ピンクみたいななったの分かる？めっちゃいい感じ。可愛いんじゃないでしょうか。次はヘアをやります。です。この髪の毛を持っていくんですけど、マジで簡単だからついてきてください。はい。で髪の毛は巻いてもいいし、ストレートでもどっちでも大丈夫です。私は今日はストレートでこのままでいきます。で別になんか櫛とか通さなくても逆に可愛いので、このままでついてきてください。ヘアクリップを用意してもらって、なんかめっちゃ形ついてるけど大丈夫？大丈夫か。髪を後で留めるので、こういう感じでして、こうやって普通に後ろにこうやって持ってきます。この状態からこういう感じでこう持って、こうでこうわかりますか？こうしてこうなって、ここをこう持つ、お団子みたいな感じで、でこうくるくるっとして、でここを留めます。留め方は結構雑でいいと思う。なんか雑な方が逆に可愛いので、雑であれば雑であるほどいいです。好みで奥出毛みたいな髪の毛を出して、ここのサイズも自分でいいサイズに変えて、もうこういう雑な感じが好きなので、髪の毛はちょっとだけこういうとこから出す。こういう感じで出します。私前髪が短いので、長い人はそのままできると思うけど、こっちの髪の毛からちょっとこう持ってくる G ドラゴンスタイルで、こういう感じでした方がまとまりやすいので、こう持ってきて、とりあえずこれちょっと一旦置いとくわ。こうしてこういう感じで好きなぐらいに、取ってもらって分けてもらって、ここで留めます。黒いピンで留める。で耳にかける。こういう感じで、でこのさっきここから取った髪の毛をこう垂らす前に、ここの部分は全部こうやってここでこうやってしてしまって、ここら辺ぐらいの上からこう垂らしてくる。ピシッとして、これをケープで留めます。こうして巻いた方が可愛いかも。巻いた方が可愛いね、絶対。でここのベビーちゃんたちもいつも歯ブラシでこうやって整えるんですけど、ちょっと歯ブラシもできてないので、こんな感じになります。めっちゃ簡単でしょこれも。あんま全然崩れないし、もし崩れるのが気になる人はゴムで最初に結んで、その上からクリップをしてもいいし、このヘアスタイルはカジュアル可愛いみたいな感じになるし、ディナーとか
いい感じのご飯行く時とか、ヘアセットするのめんどくさい時とかあるじゃん。でも可愛くしたいみたいな時によかったりとか、あと寝坊した時とかめっちゃいいと思います。で、ことやる人はこうやってくるってここをするとか、ここら辺をちょっとワンカールで巻いてあげるとかでも可愛いし、でもストレートでも全然このままでも可愛いなと思うので、はい、皆さんぜひ真似してやってみてください。なんかこれで可愛いセクシーレイディーにもっともっとなれたんじゃないかなと思うので、皆さんもこうなりたい人は真似してみてください。今日も見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。